はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？また、始まりますよ。あなたの作品を柴崎が独断で見てお直しするコーナーの始まりです。はい。ねたくさん作品を寄せてくださって本当にありがとう。さあ、いよいよ、また今日も抽選しますよ。はい。ね、こんなに大きいのがいっぱいです。さて、じゃあ、抽選するよ。未来に行く。じゃ、これ。こっちの端がいいかな。よいしょっと。はい。5番です。さあ、5番の絵はどんな絵かな？はい、ちょっと見てみますね。はい、あったね、ほら。ありました。はい、5番の絵です。鉛筆がですね、素晴らしいですね。よく描いてるね。50代の日本の方ですね。タイトルがね、僕の住んでいた町となっています。ということは、ね、過去形だから、かってこの町に住んでおられた。で、しばらくぶり行ってみた。そしたらあまりの変わりように思わず書いてしまった。っていう感じかな。ね、気持ちよくわかります。さあ、ではこれをね、この素晴らしい鉛筆スケッチ。ね。柴崎、どこがいいといい？どこを直そうというか。では、見てくださいね。はい。この作品ですね。素晴らしいですね。大変よく書き込んでます。ね。鉛筆家ですね。これは、かつてのふるさとかな。なんか懐かしいうちに帰ってみたら、昔の面影がなくて、昔人で賑わっていた、ね、このお店も全部こうシャッターが閉まって、もうね、こう、幌が破れたりしていた。草も生えてる。そういうね、何か、この作者のお気持ちがとっても伝わってくる作品です。これができるのも、この方がね、要するにデッサン力というね、形や何かをしっかり書き込む力があるからなんですね。それがとても良い点です。でも柴崎は見ると問題点があります。主に2つあります。まずその1つ目ですね。ここのね、荒れ果てた建物。これよく書けてるんですね。だけども、少しその他の部分が多すぎて、ここの強調具合が逆にね、弱まっているという点です。ではこれどうしたらいいか。一つの解決例としては、例えば空を削ってみましょう。ですね。このようにすると、見る人の目がこの建物にわっと押し寄せていきますよね。ほら、全然違うでしょ。このように、実際の風景を描くときに気をつけなきゃいけないところですね。空があるから空を広く撮るということは、しないようにしましょう。何が描きたいかということですね。はい。ですので、この場合は、例えば、こうやって、要するにここの部分ですね。ここの部分が広いから、これが相対的に小さく見えるわけですね。それを、そうではなくて、ここを狭くしてですね、ここをもっと大きく見せるという考え方です。はい。もう一つ。この絵を見ると、目を細めて見てみましょう。そうすると目立って見えてくるのは、この暗い窓ですよね。それ以外は目を細くすればするほど曖昧にしか見えないと思います。これは明度という問題がここにあるからです。ですね。はい。
ではどういう解決例があるか今からやってみたいと思いますね。はい。ではね、この絵とこの考えで形をざっと描きましたですね。ではこれ塗っていきましょうね。そして、配置はこれ解決していますので、次にこれですね。この絵を目を細くしてみると、この窓しか目立たないのでどうしたらいいんだろうってことになります。でこれをよく見るとやっぱりこの辺りを克明に描いてるんですね。つまりこの辺りがやっぱり大切な要素なんだと思います。そうであるならばこれをもっと目立たせる工夫をしましょう。はい。どうするか。壁がとても白っぽいんだったらここはあまり白っぽくなくするということです。ね。はい。いやここは白っぽいっていう設定です。でここをじゃあこのくらいにしましょうか。ですね。もちろん側面は日陰ですのでこちらもっと暗いですよね。こうです。はい。こうすると白壁の中でこの部分は目立ってきますよね。もちろんここに書いてあるね、細かいこのクリーニングというかこのロゴはとっても上手なのでもちろんこのままで結構です。この影をこちらにこう落としてあげても面白いかなと思いますね。ちょっとこんなところにこう落としてあげるとこの形がなんか少し変化飛んで面白いですね。もちろん破れたとこはもう大変上手ですからもうこのままで結構ですね。大変上手です。そしてここの窓が暗くってごめんなさいここまで到達してるんですね。ごめんなさいここまでこうなってんだですね。だからここの窓のこの暗さはとってもいいと思います。これはとってもいいんですね。上手に描けてます。はい。でこちらの窓は実際暗かったんでしょうけど暗いとこは少しにしてあと光ったようにこうちょっと処理してみたらいかがでしょうか。そうするとここ目立ちますよね。はい。からこの軒下は十分暗くです。からこの軒下の影が落っこってるこの部分もそれなりに暗くですよね。こうかな。こうですよね。はい。これは筆圧をぐっと強くしましょうね。はい。だからとっても暗くできます。からこの軒下ここも暗くですよね。十分暗くしましょう。これの形をみんな目立たせるためにですね暗くしていきます。もちろん遠くに従って徐々に明るくですよ。こっちに従ってね。はい。もちろんこうですね。なんかこういうところねこういう細かいの大変上手です。そしてこうか。ね、これ汚れた、シャッターですね。こうやってからこうして汚してあげてでその上からちょっと書き込みましょうか。例えばこうなっていってこうですか。これの書き込み大変上手ですのでね、もちろんこのままこう錆びた感じとかねよく観察していると思います。はい。ですね。少し汚れた感じとかですね。もう大変そういうとこはうまいからいいですね。こんな感じ。こうなってこうか。こうですね。でこのようにするとこの辺がぐっと目立ってきます。はい。空もこの白いこの壁をね見せるためにも空はもう少し暗くです。遠くの山があってこうで
ですね。はい。こういう書き込みは大変結構ですから、うまくいってるんですよね。こういうのは大変いいと思います。はい。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただきますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね。また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり。もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。で、もうこれのね、コンクリの荒れ果てた感じところがね、大変うまく描けています。ただここの草がちょっとこう細かいんですね。だからもうこのロゴなんかを細かく描いてるので、この草はもっと大雑把に描きましょう。むしろ草を描きたいんだったら手前の方にですね、もう少しこう分かりやすく鉛筆のタッチなんかを生かして描いてみるということですね。はい。僕はですね、手前を暗く、だんだん明るくして空間を作っていきます。もっとこう鉛筆のタッチをこう生かした方がいいですね。こうやってぼかすところとタッチを生かすところ、こういう使い分けるともっと絵は鉛筆画としての面白さが出てきます。そしてこの白線の部分はこう練り具等でこう消して作ればいいわけですよね。こんなに作っていけばいいわけです。はい、以上ですね。だからこうやって大切なところはこれですね。こう壁が白かったら、例えば壁が白かったら、その手前のこういうものもう少し暗くしてここを目立たせましょうというお話です。はい、以上です。はい、出来上がりました。ね、とにかくもうしっかり書き込んであってね、とても力のある方ですね。その力を前提として、もうちょっとこうしたらいいかなっていうのがね、この添削例です。はい。ね、少しでも参考に、していただければ、柴崎も嬉しいです。ということで、次回はあなたの作品が柴崎のね、見る絵になるかもわからない。楽しみに待っててくださいね。また、それじゃあ、私もちょっとそれに応募してみようかなという方ですね。動画の紹介欄に応募の URL をね、貼っておきますので、そちらからお願いいたします。お一人一点でお願いしますね。それから、ぜひ、オリジナルのあなた自身の絵でお願いします。画材は大丈夫ですよ。いろいろね、柴崎を見てみたいなと思っています。はい。ということで、今回もね、最後まで長い時間ご覧くださってね、本当にありがとうございました。またお会いしましょう。はい。それではまたね。はい。ありがとう。